How's it going, everyone? 今日は僕の、トヨタ MR2 ターボを紹介したいと思います。こちらが、1996年製トヨタの MR2 の、4型のターボとなります。グレードは GTS ですね。で、MR2 の基本スペックですが、直列4気筒ターボで 3SGTE というエンジンが乗っており、1240キロの車重に対して245馬力の出力を出しております。で、皆さんのご存知の通り、エンジンは後ろにあるミッドシップの2シータースポーツカーとなりまして、僕のは5速のマニュアルトランスミッションが入っています。はい。では、MR2 の特徴といったら何と言っても、このめちゃくちゃ低いフロントエンドですね。エンジンが後ろにあることによって、実現できているルックスなんですけど、このエンドとあとこの90年代ならではの、リトラクタブルヘッドライトですね。横から見てみるとすごいよく見えるんですけど、後ろからフロントにかけても三角形のようにすごいとんがっている形がしていて、風を切り裂いていかにも走行しているっていう感じがするシルエットですね。で、あと横で MR2 の特徴的な点といえば、このツインカム16ターボというレタリングがいかにも90年代っていう感じがしますね。ホイールは P1 レーシングのもので、タイヤはナンカンの NS2R の 20545ZR16 です。タイヤは東洋のプロクセス R1R22545ZR16 です。MR2 の外装の中でも特に皆さんに紹介したいのは、この後ろのクォーターパネル、フード、リアガラスですね。これ、上からちょっと見てみるとよくわかるんですが、ガラスがすごい綺麗な曲線を描いてくぼんでいるんですよね。近くから見てみると、どれだけ曲がっているのかよくわかります。はい。で、この曲線がすごい綺麗なのと、あと、ターボですね。ターボのモデルは、この盛り上がったエンジンフードが装着されています。そして、スポイラーは MR2 の年式によって数種類に分かれているのですが、個人的にはこの4型のものが一番好きです。で、最後に、マフラーなんですが、僕の場合は富士壺の RM01A という型出しのマフラーにしていますが、重低音が効いて体に響く、とてもいい音がします。従来ですと、純正ですと、こちら側からももう一本マフラーが出ている仕様になっています。はい。では、次に MR2 の各部分を開けていきたいんですが、まず、フロントのボンネットがここ、一つ目。で、トランクがここ、ガソリン。そして、エンジンフードはここに隠れていて、4つ目。ですね。はい。ではまずフロントのボンネットを開けてみたいんですが、MR2 の場合はもちろんエンジンがないのでいろいろ収納されているんですが、中にはまず車載工具が、ジャッキとか、レンチですね、が袋にまとめて入っていまして、あとはスペアタイヤが固定されています。でこれを外してみると、裏側に、バッテリーが隠れているという風になっています。このスペアタイヤ、24年前の、から入っている純正のものなんですが、ここを見てもらうと、見づらいんですが、316って書いてあって、これは、96年の31周目にできたタイヤということで、もう24年も経っていて、断面見てみると、結構、ひびとかもひどくって、もうゴムというよりはもうプラスチックみたいな感じになっていて、実際パンクしても使えるのか、結構怪しいタイヤになってます。
で、最後にトランクですが、ご覧の通りミッドシップの車にしては結構場所があります。で、普段の買い物とか日常使いでは余裕ですし、僕の場合は、コストコとかでの大きな買い物でも十分使えてます。日常使いにも使えるミッドシップスポーツです。次は内装ですが、インパネは全部アナログですね。左から燃料計、スピードメーター、オドメーター、トリップメーター。で、トリップメーター実は最近ちょっとリセットするのが難しくなって、結構押してもスタックしちゃう時が多いですね。で、こちらがブーストゲージとなっていて、あとはタコメーターと、水温計と、テルテール、モーニング系のライトとかですね。この MR2 のステアリングウィールは、チルトはこのように変更できるんですが、テレスコ前後の動きはありません。こちらのヘッドライトのスイッチは、3段階になっていますが、今はオフですね。で、1つ回すと、こちらの計器類のバックライトがつきます。で、もう1回回すとスモールライトがついて、さらに3回目回すとヘッドライトのリトラクタブルが開いてヘッドライトがつきます。で、手前に引いてハイビルですね。で、右と左のウインカー。で、戻す際は、ちょっと異なりまして、リトラクタブルの閉会が異なります。3つ目から2つ目に戻すと、ヘッドライトが消えるんですが、リトラクタブルは閉まりません。もう一つひねると、今度はスモールが消えます。で、最後に、オフの状態まで戻して、リトラクタブルが格納されるという手順になります。はい。で、MR2 の運転席の、調整なんですが、まず前後に移動できるのと、あと背もたれを立てたり、起こしたりすることができます。で、あと、追加で調整できるものとして、サイドのボルスターの幅の調整、あと、背中の下の腰に当たる部分の、厚みの調整も可能です。ヘッドレストは、上下の動きと、あと、傾きがこのように変えることができます。エアコンの通気口は1箇所、2箇所、3箇所と4箇所になっています。で、真ん中には、時計と、ラジオですね。で、僕はワンディンタイプのスマホとつなげられるラジオチューナーを入れていて、下の空いたスペースは、収納スペースにしています。で、収納スペースは他にも、ドアポケットが左右にあり、あとグローブボックスですね。あと、僕の場合は、この真ん中の灰皿も、小物を入れていて、で、最も大きいのは、ここのセンターコンソールにある収納スペースで、これを開けてみると、結構奥行きもあって、いろいろなものが入ります。あと、実はこの上のところも開いて、サングラスとかを入れることができます。で、実は MR2 はシート裏にも収納スペースがあって、このように開くと結構広めな収納スペースがあります。本当に実用的な、ミッドシップカーです。助手席側にも全く同じものがあります。エアコンがこちらになっています。設定としては、オフ、オート、ロー、ミッド、ハイ、そして AC とエコノミック。エコノミックはちょっと弱めの設定ですね。で、こちらに威嚇設定がありまして、温度計はこのスライダーを使って調整します。で、こちらで車内循環と車外循環を選べます。で、ちょっと MR2 の視界について話してあるんですが、外を見ると結構目線が低いです。で、例えば今隣に立ってもらってるんですが、これくらいの高さですね。腰あたりですね。で、あと、特に夜とか、後ろに SUV が来ると、SUV のヘッドライトがちょうど自分の目の高さに、来るので、めちゃくちゃ眩しくなることがよくあります。で、フロントにエンジンがないおかげで、このボンネットが低くできている MR2 ならではのシートポジションの低さですね。MR2 の簡単な紹介はこれで以上となるんですが、これからもこの僕の MR2 の動画をいろいろと撮っていきたいと思うので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。